ロキ父殺しの全貌。ロキにエルバフの秘宝を食わせたハラルド、ついにイム様の傀儡と化す。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1169話が公開されました。タイトルは一刻も早く死ななくてはです。関東カラー、黒いスーツを着たロックス海賊団。表紙には14人のロックス海賊団のメンバーが登場。虎を撫でているロックス、ニューゲート、リンリン、カイドウ、シキ、ステューシー、グロリオーサ、シュトロイゼン、ジョン、マーロン、オーチョク、ガンズイ、バーベル、そして今日。編集コメント大事件、その前に。まず、場面は14年前へと遡り、場所はエルバフの妖怪。カメラはロジャー海賊団の元ナンバー3、スコッパー・ギャバンの家を映し出す。若き日のシャンクスがギャバンと会話をしているが、その話題は非常に衝撃的だ。シャンクスは信じられないといった様子で驚愕する。ロジャー船長に息子がいるのか？どうやらそうらしい。ガープに会ってな、そう言ってた。よく生き延びたな、海軍の手から。そうか、じゃあ、俺の弟みてえなもんだな。背景で床に座っているギャバンが温情を込めて答える。確かに。お前とバギーは俺たちの息子だからな。ロジャー船長の血を引いて。じゃあ、次世代の海賊王はそいつかな。ページの右下にはギャバンの大アップ。サングラスをかけた彼は非常に知的で落ち着いた様子だ。彼はシャンクスの決闘論に対して反論する。世襲じゃねえんだぞ。期待されたものは意外と天下を取らねえもんだ。左下、これを聞いたシャンクスが問い返す。そういうもんか？背景からドサッという着地音が響き、ギャバンが豪快に笑う。その方が世界は面白いって話よ。わはは。同時刻、場所は不吉と形容されるアウルスト城へと移る。ドガハハハハ。うわ、ロキ。いや、ロキ王子がご機嫌なされた。ヤルル様もお月に。カメラは城内の王の広間の入り口へ。空気は一瞬にして重く、不気味なものに変わる。王の広間では国王ハラルドが鋭い刃を手にし、足元にはすでに一人の衛兵が倒れているようだ。なぜそんなことを、国王様。こいつはあなたの言う通り、鎖で縛ろうと。なぜ兵を切った？俺は。なぜか体が動いた、あいつの命令のため？邪魔する者は消すのか？戦士の軍団を編成せよ。国王ハラルドの心の葛藤に焦点が当たる。彼は油汗を流し、その瞳には自分の肉体を制御できなくなった恐怖が宿っている。鼓動はドクンドクンと鳴り響き、心の中で絶望的に叫ぶ。命令に逆らえない。俺の考えも変わるのか？あいつの命令によって、これから一生？この先俺が生きてる限り、この国は俺が悪化させていく。この体は有害だ。無駄だった。無駄になるんだ。俺の144年の人生。一刻も早く死ななくては。ハラルドは衛兵たちに告げる。お前たち、私を殺せ。兵士たちは全く理解できず、困惑の声を上げる。エルバフを奴隷にされてたまるか。急げ。すべてを乗っ取られる前に。忠誠心の強い衛兵は明らかに状況が飲み込めず、驚愕して問う。国王、何を？だが悲鳴とともに、国王はすでに制御を失い手を出してしまったようだ。この混乱の最中に、ロキとヤルルが到着する。彼は目の前で起きている事態を全く把握していない。おい親父、帰。兵士たちが国王を包囲している光景を見て、ロキは理解が追いつかず大喝する。何やってんだ、お前ら。ハラルド？なんてことだ、本当に不死身だ。ハラルドの傷口と剣の柄を握る手のアップ。骨が鳴るパキパキという音とともに、彼は驚愕しながら気づく。回復していく。理性が肉体の本能に必死に行為、心の中で絶望的に叫ぶ。やめろ。これ以上人を傷つけないため、ハラルドは残された最後の理性で兵士たちに叫ぶ。逃げろ、お前たち。だが警告は遅すぎた。凄まじい悲鳴、うわーとともに、ハラルドの体は制御不能なまま致命的な一撃を放つ。ハラルドの剣の一振りで、数人の巨人の兵士たちが瞬時に切り飛ばされる。どうしたら死ねる？助けてくれ。死ぬこともできず、民を虐殺することを強いられる苦痛は死よりもつらい。コマのテーブでは、この光景を目撃したヤルルとロキが完全に呆然としている。つまり、俺とハラルドは聖地にいる恩体と呼ばれるやつと一番浅い契約を結んでる。
この1000回威訳だけでも奴の能力圏内では逆らえなくなる。ギャバンはシャンクスの腕を見ながら感嘆する。奇妙な能力だ。だから俺たちは聖地から離れた時に少し話したりしてた。階層の中でハラルドが興奮気味にシャンクスを見つめている。やっぱりそうだろ？赤髪海賊団だよな。ページのテーブ。シャンクスはギャバンの家の床に座り、パイを食べながらハラルドの悲劇的な動機を語り続ける。ハラルドは神の騎士団になれたらエルバフを加盟国にしてもらえるって喜んでたけど、それはこの上の契約を結ぶってことを意味する。何か不都合があるのか？神の騎士団が契約で得るものは人間離れした筋力と不死の体、遠距離の移動手段5防保持の生成能力。その代わりどこにいても音体の命令に背けず、奴の声はどこまでも届く。もし契約すればハラルドは奴らの言いなりになるってことなんだ。そんな状況か、あの強欲なあいつらが人との約束を守るとは俺には思えない。ハラルドは神の騎士団には入るべきじゃ。ページのテーブ。二人の会話の最中、巨大な黒い稲妻か亀裂のようなものがエルバフの空と大地を貫き、凄まじいバリバリという音が鳴り響く。次のページ。目に飛び込んでくるのは最上部の衝撃的な第5マだ。ロキが手を出さざるを得なくなる。彼は巨大な線槌で父が振り下ろした刃を必死に防ぎ、火花が飛び散る。ちょっと待て。親父。一体何に驚きゃいいんだ？それだけ刺されて死んでねえことにか？城の兵士や俺を殺そうとしてることにか？なんだよ、この怪力。ヤルルも剣を抜いて飛び出し、狂った国王に向かって呼び覚まそうと叫ぶ。何があった、ハラルド。正気に戻れ。右下、現場を目撃した衛兵たちがパニックになり、伝令を叫ぶ。衛兵、王の広間へ。王を止めろ。錯乱しておられる。だが左下、駆けつけた事情を知らない兵士たちの反応は全く異なっていた。彼らは争う音を聞き、第一声が、喧嘩？急げ。ロキのやつだな。あの野郎、国王様を救え。瓦礫の山の中でハラルドが地面に横たわり、左右にはヤルルとロキがいる。状況を話せ、ハラルド。何があった？はあはあ、ヤルル様。俺は取り返しのつかないことをした。愛弟子のこの言葉を聞き、ヤルルは衝撃を受けた表情を見せる。俺はこれから本当に正気じゃなくなる。最後の理性を振り絞り、彼は驚愕する息子のロキに顔を向け、断固たる命令を下す。いいか、ロキ、私の言う通りにしろ。この城で起きたことをありのままエルバフの民に伝えろ。俺が兵士たちを殺したと。そもそも俺は世界政府加盟を大義名分に汚れた仕事をいくつもしてきた。ハラルドは瓦礫の中に横たわっている。その体躯は依然として巨大だが、今の彼は後悔と無力感に満ちている。しまいには騙され、このざまだ。エルバフの国民を戦闘奴隷として政府に引き渡そうとしている。父のこの言葉を聞き、ロキは完全に困惑し、信じられないといった様子で叫ぶ。何言ってんだ、騙された？奴らはもとより私の希望を飲む気などなかった。衛兵たちも驚愕のあまり言葉を失う。国王様、ヤルル様、ロキにエルバフの秘宝を食わせてくれ。なんじゃと？神の力を得た私には誰も勝てやしない。エルバフが政府の奴隷になるなど、私の夢の真逆じゃないか。だから、このエルバフの歴史上最悪の王を。ハラルドは躊躇するロキに向かって怒鳴り、最後の任務を下す。お前が殺し、王座につけ。ロキ、俺がいかに愚かな王だったか。国民に伝え。俺を殺して名を上げろ。死んだ後の私の評判などどうだっていい。大切なのはエルバフの未来だ、そうだろう？ロキは目の前で起きている父の異変に大きな衝撃を受け、震えながらつぶやく。あんた、どこまで？そしてロキの目の前で、パキパキという音とともに、ハラルドの体が回復していく。頼んだぞ、ロキ。お前にしかできない。カメラが引き、アウルスト城の前景を映し出す。凄まじく、非人間的な悲鳴、わーあーが空に響き渡る。次のページ、完全に制御を失ったハラルドが巨剣を振り回し、悲痛なギャーとともに忠実な衛兵たちを野菜か何かのように切り飛ばす。これは戦闘ではなく一方的な虐殺だ。今の彼はもはや国を守る王ではなく、ただ破壊をまき散らす怪物に過ぎない。城内に罪人がいるか？国王、扉を封鎖せよ。は
直ちに。ついに兵士が手を出す。鋭い刃がハラルドの体に深く突き刺さり、鮮血が飛び散る。兵士は憤怒の方向を上げる。よくもみんなを、あんた、もうハラルド王じゃない。だが、刺されたハラルドは怒るどころか、不気味なほど冷静だ。パキパキという異音とともに彼は認める。ハラルドだとも、ただし今は音体の進化。画面はハラルドの巨大な背中を映す。数人の兵士が彼の一撃で吹き飛ばされたばかりで、瓦礫と煙の中で悲鳴を上げながら宙を待っている。誰一人逃がさんぞ、この城で起きたことは口外させん。重傷を負った巨人の兵士が地面に倒れ、最後の一振りで仲間に叫ぶ。みんな逃げろ。その顔は血にまみれ、絶望に満ちている。直後、ハラルドの巨大なブーツが重いガシャという音を立て、兵士の頭を無慈悲に踏みつける。捧げるんだ、この国をイム様に。血まみれで焦燥しきったヤルルが必死に急かす。急げ、ロキ。ロキは巨大な千槌を担いで走っている。その顔には理解不能な不満が浮かんでいる。走りながらブツブツと愚痴をこぼす。なんで俺がそんな悪魔の実食わなきゃならねえんだ。泳げなくなるだろ。親父、マジで人格変わりやがった。クーナーロキ。あの実は私のものだ。お前が食えっつったんだろ。次のページ、ヤルルがハラルドを背後から吸収し、剣でハラルドの心臓を貫く。己が食えば世界が終わってしまうわ。ハラルド。ロキ。な。ハラルドにゃあ絶対渡すな。ハラルドは残酷にも剣でヤルル長老の頭部を貫く。鮮血が飛び散り、ヤルル長老は仰向けに倒れる。その光景は衝撃に満ちている。周囲の者たちが悲痛な叫びを上げる。ヤルル様。返すよヤルル、昔あんたにもらった名剣だ。俺は実を食ってテトライを手に入れる。ハラルドは容赦なく爆発と煙の中を進み続ける。彼は断固とした狂気じみた口調で宣言する。私はしない。遠くからロキの団長の思いの叫びが聞こえる。おわあ。ここで戦場に乱入した2人の馴染み深い顔が現れる。上がギャバン、下が若き日の赤髪のシャンクス。2人はハラルドを攻撃し、ハラルドは地面に叩きつけられる。ギャバンか。ヤルル。お前、なんてことに。兜のおかげで助かった。ハラルドを止めてくれ、ロキを追わせるな。どう見ても最悪のシナリオだろう。ハラルド、周りをよく見ろ。目を覚ませ。ハラルドはうなだれ、その体からパキパキという異音が響く。その顔にはどこか不気味な表情が浮かんでいる。シャンクス、いいもんだぞ、不死身の体。生物として優越感を感じる。若き日のシャンクスのアップ。彼は油汗を流し、その瞳には凝縮された悔しさが宿っている。歯を食いしばりながら自問自答する。クソ、なんとか命令を解けねえのか。ガシャンという轟音とともに閉ざされていた大門がこじ開けられ、重い錠前と鎖が断ち切られて地面に落ちる。扉が荒々しく開け放たれ、ロキは荒い息を吐きながら宝物庫へと飛び込む。これがエルバフに伝わる禁断の悪魔の実。カタカタ。突如、テトライが自ら宙を舞い、ゲッゲッゲッゲという笑い声を上げ、真下のロキに向かって振り下ろされる。ロキは驚愕して仰ぎ見、この命を奪わんとする千槌を前に、絶望の中で叫ぶ。うわぁ。誰だ？編集コメント9集。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。